頭ちょっとこう、はい。この首。これで、ティガアックスになります。これで、ウルトラデュアルソードになります。これで、ゼロのソードモードになります。これで、ウルトラマン Z 刀モードになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ウルトラの刃より、ウルトラマンティガとウルトラマンデッカーです。それでは見ていきましょう。ということで、皆さん覚えてますでしょうか？これ実は2年前にこのウルトラの刃シリーズのウルトラマンゼロとウルトラマン Z をね、紹介したことがあったんですけれども、なんと2年越しの新商品です。いや、嬉しいし、タイミングがすごいなと思いましたね。この2年前はね、ちょうどもう、この鬼滅の刃はもうめちゃくちゃ流行って社会現象にもなってて、映画やってた時期ですね。で、今回ですよ、今、まさにアニメで柱稽古編やってるっていう、もうすごいタイミングだなと思いますね。で、ちなみにこれしっかりと版権取得されている商品で、この LDCX っていうね、中国のおもちゃ会社が発売している、公式の商品です。で、これどういったシリーズかと言いますと、このウルトラマンがもう何の関係もないこの武器にね、変形するっていうシリーズなんですけれども、今回のラインナップとしては中国ですごい人気のティガ、そしてウルトラマンデッカーなんですけれども、このデッカーがなんと、ちょっと形若干違いますけれども、しっかり劇中で登場するウルトラデュアルソードに変形するっていうところ、素晴らしい。しっかりと関連のあるものに変形してるっていうところね。で、なんで今更デッカーなんだって話なんですけれども、中国だと日本よりもちょっと放送時期ずれてて、若干遅いんですよね、日本よりも。なので、今、デッカーがね、出たのかなと思います。で、裏見ると、はい、こんな感じになってます。いや、で、これのね、このイラストっていうのかな、これ CG かな、はい、これもうめっちゃかっこいいんですよね。はい。ということでね、早速中身取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。で、説明書がね、こんな感じで白黒で1枚入ってるんですけれども、このしっかりとこのウルトラマンモードから武器モードへの変形、そして裏はその戻し変形ですね。武器からウルトラマンへの変形っていうね、2通り書いてくれてるのでめちゃくちゃありがたいです。ということで早速見ていきましょう。こんな感じになってまして、前回のね、この0と Z と比べると、大体 Z とは、Z よりも若干ね、大きいんですけれども、はい。なんですけれども、0と比べるともうめちゃくちゃね、巨大化してるのがわかるかと思いますね。この当時あんまりね、このウルトラの刃のサイズ感があんま統一されてなかったのが、今回割と同じくらいのね、大きさになってるのがすごいいいなと思います。で、こちら、ウルトラマンティガですね。こんな感じの見た目になってます。まずこの背中の羽だよね。ティガにはないんですけれども、こういうオリジナルの武装みたいなのが、このね、LDCX のおもちゃの面白いところなんでね。はい。こうやって、胸がだいぶマッシブになってたりとか、あと、こういうなんか、デカブーメランがね、ついていて、これを、こうやって持たせることが、できますと。で、稼働はね、こうやって割とあるので、こうやって、しかもクリックで動かせるので、こう、かっこいいね、ポーズを取らせることもできますと。いや、素晴らしいですね。はい。そして、こっち、ウルトラマンデッカーですね。デッカーもなんかもう、すごい、ロボットに近くなってますよね。この足とか、すごいよね。ね、こんな感じで、だいぶメカっぽくなってます。で、デッカーの武器。はい。まずこちら、ソード。そして、このシールドっていうね、いやもうめちゃくちゃかっこいい武装がね、あります。で、これもめちゃくちゃ動くので、こうやって、はい、ポーズを取らせることもできますと。いや、素晴らしいですね。はい。こんな感じになっております。それでは変形させていきましょう。まずは、こっちティガからね、やっていきます。まずこの武器を取り外してあげて、はい。で、足ですね。足を、この
畳みます。はい、つま先こうやって伸ばして、で内側に回転させて、でここジョイントでね、はい、ここガチッと、はい、組み合わせます。でこうちょっと縮める、はい、こうやって縮めてあげると、でこんな感じになります。でそしたらここパカッと外れるので開いてあげて、頭ちょっとこう、はい、この首埋めてあげて、で腕上に持っていって拳を収納、そして内側に、はい、畳みます。こんな感じで反対側も、はい、こうやって手首を収納して畳みます。はい、でこんな感じになったら、ここにね突起が両方ついてるので、この前と後ろでそれを挟んで固定してあげます。はい、こうやってこの胸がね1段階上に持ち上がってます、ヒンジで。こんな感じで、でこの頭がねちょうど隠れるようになります。でこの背中のこれですね、これもヒンジでこう持ってきて、でこの肩の横のここにガチッとねくっつけることができます。各所ねこういうクリックみたいなのが入ってて、めちゃくちゃ変形させやすいですね。で最後この外したブーメランをこの横に、はい、カチッと、このカチッとはまるのがめちゃくちゃ気持ちいい。はいね、はめてあげればこれでティガアックスになりますすごい。いやこれね、前のこの時よりだいぶ大きくなってますので、すっごい迫力がある。めちゃくちゃ大きいからね。はい、でこういうティガのね、胸でティガのね分かりやすいティガだなって感じる、この胸が真ん中に来ていて、あティガのアックスだってなるのがめちゃくちゃかっこいいですね。素晴らしい。はい、じゃあ次こちらデッカーいきましょう。まずは武器を外します。はい。でこれ外して、でこれはここでね、はい、こうやってくっつけてあげます。でこのやべ、こうやってこのかかとの部分ですね、これをジョイントでねくっついてるので、はい外してあげます。でそしたらこれをこのように回転させて、ここでくっつけると、反対側も回転させてここでくっつけてあげて、両方をはい合体させます。でこれ持ち手になりますと。はい、そしたらこれの後ろ開いて頭を収納してあげます。はい、で収納してあげて、腕を上にこうやって持ち上げます。はい、で持ち上げてあげて、この横サイドスカートをこうヒンジついてるので、これでちょっと上にね持ち上げてあげて、で足をこのように横に、はい、開きます。こんな感じで開いてあげて、この足首を一旦畳んで、こうやって足首だけ動かすと。でここのつま先のとこにこれを固定してあげると、これでちょっと縮まります。はい、反対側も畳んで、で上に動かすと。はい、これで縮まりますので、そうだ、これがこうだ、このくるっと回転させて、でここの部分に固定します。カチッとね、はい、固定できるので固定してあげます。反対側もこうやってカチッとね固定してあげます。でこうなったらこの持ち手ですね、はい、ここスプリングが入ってるんですけど、これをここにカチッと
組み合わせてあげて、でここの腕のこの持ち手とこの穴ですね、その4点でここにこうやってはめて、でしっかりとね固定してあげて、最後ここのジョイントをくっつけてあげれば、これでウルトラデュアルソードになります。素晴らしい。これもねしっかりと持てるんでね、はい、しかも長いっていう。ちょっとこれ大きさ測ってみますか。大きさが30、いや40センチ近いかな、これは。ちょっと40センチ近いですね。はい。めちゃくちゃ大きいですね。インチで言うと16いかないぐらいかな。という感じで、すごいもう大迫力のものになっております。で、これ外すときはここボタンを押して、こうやって引っ張れば外れます。はい。で、一応、ここ外してあげて、で、これ回転させて、そうすればこう曲がるようになるので、これで閉じた状態みたいな。青くなっちゃいますけどね。っていうこともできなくはないかな。はい。いちいちこの持ち手外したり、回転させたりとかね、ここする必要はありますけれどもね、これで、デカモードみたいな感じで遊ぶことも一応できなくはないですね。はい。いや、だいぶ迫力ある。これは大きいので。はい。じゃあこの2つですね。これもちょっと変形させていきましょう。まずは0からいきます。背中のこれを外してあげて、で、この頭を収納する。はい。で、腕を畳んであげて、で、足畳む。はい。で、この刀身を出します。刀身出して、真ん中でくっつけると。はい。で、はい。縮めてあげて、で、これを合わせて、で、ここで回転させてあげれば、これで0のソードモードになります。はい。これ結構持ち手が大きくて、ここの刀身がちょっと短めに見えるんですけれども、はい、こうやって比べるとだいぶ長さがね、はい、こう長くなってるっていうのがわかるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。で、じゃあ次、こちら Z いきましょう。このウルトラ Z ライザーをまず外してあげて、なんで背中についてるのかっていう話なんですけど、はい。で、これも外します。で、頭畳んで、ここを一旦伸ばす。はい。はい。で、伸ばしてあげて、はい。で、腕を横に開いて、足も横に開きます。で、くっつけて、あげて、はい。で、ここの足のここ開いて、そこに足をこうやって入れます。でもちょっと回転させてあげて、こっちもこのように開いて足を収納で閉じると。はい。で、こんな感じになって、で、これをここのはめてあげて、これもここにこうやってはめてあげれば、これでウルトラマン Z 刀モードになりますっていうね、もう謎武器に変形するんですけど、これが刀の唾ですね。はい、っていうね、このウルトラの刃シリーズ、でしたけれども、いかがだったでしょうか。いや、このシリーズね、個人的にめちゃくちゃおもろいし、ポテンシャル持ってるシリーズだと思うので、特に今回このウルトラマンデッカーのこのウルトラデュアルソードに変形するってやつが出てきたおかげで、今後なんかそういうのもできんじゃないのって思いましたね。例えばウルトラマンブレイザーがチルソナイトソードに変形するやつ
とか、ウルトラマンベリアルがベリアロクに変形するやつとか、なんかできんじゃないかなって思うので、結構そのウルトラマンね、最近剣が増えてきてるので、まあそういうしっかりと関連性のあるものに変形するっていうのも増えても面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひ LDCX には頑張ってほしいなと思います。ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルキルでした。